れは感動。Buonasera a tutti! 皆さんこんばんは。本日、イワシを使ってリアルなまんまの味、まんまの風味、まんまの香り、まんまのパスタの作り方をご紹介したいと思います。じゃあいつも通り愛を込めてパスタを作っていきましょう。まずイワシの掃除から始めます。皆さんこのレシピに関しては非常にシンプルな食材使ってるし、非常にシンプルな作り方なので、このイワシの掃除、下処理が一番大事なポイントだと思いますので、しっかりしましょう。日本人よくご存知と思いますが、あらかじめ頭と内臓しっかり取り除いて、でそれから中骨に沿ってちょっとずつ開いて、中骨外します。ちょっと尻尾ついてても後でおちょで落とすので大丈夫です。で、この背びれも外します。こんな感じで。で、軽く塩水で洗います。で、水気を切ります。安いなのに立派な食材ですよね。イワシの掃除終わったらレシピが完成してると言っても近い。だからお湯が沸騰したらソルツしてスパゲッティを入れます。ニンニクを皮を剥いて芽を外してペスト状にします。まずみじん切りにして、でちょっとずつこんな感じで包丁を押しながらペスト状にする。そうですね、やっぱりこれなんでリアルなまんまのパスタかというと、イタリア人にとってはまずこれ以上に手短な食材です。アーリョ、オリオ、プレッツェモロ。その後、やっぱりなんといっても以上にシンプルに作れる。食材全部フライパンの中に入れて、で最後にあんまりマンテカトゥラしない。これパスタシュッタというパスタの作り方だからです。いつもと違ってオイルエクストラバージンオリーブじゃなくて食材、全部冷たい状態から入れます。イワシ、唐辛子、ニンニクのペースト、もちろんオイルエクストラバージンオリーブ、プレッツェモロ、このまま手でちぎりながら入れます。ちょっと茹で汁を出して蓋して
パスタがアルデンテになるまでずっと中火で煮込みましょう。ちなみにパスタシュッタの意味は乾いたパスタのことです。でもそれは失敗じゃなくて、ただそんなものです。まあ僕は料理人としていつもママとノンナのやり方、作り方に基づいて、でもそれから研修して、しっかり技術をつけて、もっとクリーム状になるため、もっと、プロなパスタを作ることがとても大事だと思いますが、これでもまだこれの価値がある。だからやっぱり奥が深いと思います。なんかちょっと思い出のこともあると思いますが、このソースだったらクリーム状よりパスタシュッタという作り方、乳化せずの作り方の方が食べたくなる。なんでかわからないけど、いやね、難しいね。いやー、懐かしい香りですよね。で、少しゴムベラで軽くほぐして、本当に軽くだけでいい。で、火を消してパスタを入れて、もうちょっとプレッツェモル入れて、マンマやノンナだったらもうこのままでフォークとかでただ混ぜるだけなんですけど、マルちゃんだから愛を込めて軽くマンテカトゥラしましょう。マンテカトゥラ、マンテカトゥラ。イタリアにいる、イタリアにいる、イタリアにいるかな。いいね。皆さん、実際にやってみるともっとわかると思いますが、なんかいつもより違う。なんかあんまりそのクリーム状になってないですけど、これがパスタシュッタです。これは感動。いやでも僕はね、確かに思い出のことなどはあるんですけど、いやこれ美味しいな。めちゃめちゃ美味しい。ほんまにこんな風にたまにはやってほしいな。よし、盛り付けしましょう。お疲れ様でした。遠慮なくいただきます。ボナペティート。いやー、もう見た目からちょっと懐かしいな。間違いなくリアルイタリアの味です。本当に。皆さん、本当にイタリアのノンナママがアリオリエペペロンチーノ。トマト系だったらなんとか結構ね、クリーム状になるとかラグとかなんですけど、アリオリエペペロンチーノ、オリ系のパスタを作ったら絶対こんな感じが出てくる。あんまりクリーム状とかなどはね、それはもっとプロ、もっと料理人とか、僕にとってはそれの方が好みなんですけど、やっぱりなんかこれも味のあるクリーム状ではない、しっかりマンテカトゥーラ乳化してないんですけど、なんか味とかなどはなんかすごく感動するほど美味しい。
ので、たまにはこれもやっていいかなと思います。ソースによってとか。本当に奥が深いですよね。皆さん本当にゆっくりいただきたいので、いつも通り最後までご覧いただき、いくえにも感謝を申し上げます。じゃあね。